こんにちは、きなこスペシャリストのせいこです。今日はまず、これいいかもと思うきなこに出会ったので、皆さんにご紹介したいと思います。特に小さなお子さんがいるご家庭とか、あとは中高年の方々、私も含めてにおすすめしたいきなこでございます。それはこれ、じゃん、見えるかな？すくすく大豆。かわいい名前ですね。かわいい絵も描いてあるんだけど、ちょっと今日はこれをご紹介したいと思います。一見すると普通のきなこっぽくは見えますよね。ちょっと大きいですよね。たっぷり 200g 入ってるから、ここにつけると大きさがわかると思います。ちなみにこのチャンネルに初めていらっしゃった方、このチャンネルはきなこに特化したチャンネルでして、本日使用するきなこをこちらに装着させていただいて見ていただくのを一興としているチャンネルでもございます。お付き合いください。そして今日ね、見ていただくのはこのすくすく大豆なんだけど、中身はこんな感じです。普通のきなこって感じに見えますよね。で、ベースとなっているきなこは福井の里の微笑みっていう大豆から作ったきなこをベースにしてあるんですけど、それだけじゃない、いろいろ入っちゃってるのがこのきなこの特徴なんですよ。ね、18種類の雑穀とフィッシュカルシウムも入っちゃってる、めちゃめちゃたくさん入ってるきなこなんです。こんな解説書も、可愛い解説書もついてくるんですけど、特徴が書いてあります。栄養価がものすごいんです。まずは鉄分、1食にほうれん草の5株分の鉄分配合ですって。小さい子が1日に必要な鉄分が1食で取れちゃうとか書いてありますけど、積極的に取りたいですよね。そして雑穀類もいろいろ入っていて、食物繊維も豊富、亜鉛酵母も入ってるんですって。私も亜鉛不足しがちなんですよ。とっても助かる。そしてフィッシュカルシウムも入ってると。もし乳アレルギーがある方でもカルシウムがたっぷり取れると。子供もいいけどね、シニアの方々もいいですよね。そしてこれだけ入ってて添加物がないと。考え方は人それぞれですけど、私もなるべく添加物は取りたくないなというふうに思っているので、だからプロテイン製品ではなくてきなこ製品を推しております。で、ちなみに豆知識なんですけど、こういうミックス系のきなこって世の中に結構出回ってます。ミックス系のきなこって私は呼んでるんですけど、きなこと他の素材が混ざってる粉物ねは世の中に出回ってます。私のコレクションの中でも結構あるんだけど、袋をね取って置いてあるんですけど、今まで750種類くらいきなこを食べてるんですが、2割くらいはこのミックス系のきなこでした。いろんなものがね混ざってます。よくあるのが黒ごまきなこ系のものが多いんですけど、でもね、ここまでいろんな素材が入ってるきなこで添加物が一切使われてないっていうきなこはなかった。こんなに入ってるきなこ、ミックスきなこはなかった。そして味が美味しい、ばらけてないんですよね。まとまってるきなこがベースで、きなこの風味がすごくあるから美味しかった。そして栄養価もあるってすごくいいじゃないですかと思ったから、今日は皆さんにご紹介したいと思いました。なんかね、サプリ部門でも1位だったりするきなこなんでいいなと思ってねで、今日はこのきなこを使って一品ご紹介して終わりにしたいと思います。じゃん、もう作ったね。今日はクランチチョコを作っていくんですけど、クランチチョコってお土産とかでもよくあるイメージですよね。ザクザクっとしたものが中に入ってるチョコっていう感じなんですが、今日作るのはチョコ入ってません。でもチョコの味がするの。砂糖も入ってない。大丈夫？材料も4つしか入ってない。大丈夫なの？しかも混ぜるだけ、焼かないのってことで、簡単で体に良すぎるクランチチョコもどきを作っていきます。でね、今回のレシピは実は私が考えたレシピではないんですよ。このすくすく大豆のインスタグラムのページに投稿されているアンバサダーのさよさんという方が作られたレシピなんですけど、まあ美味しかったので今回拡散させていただきます。すでにお友達何人かにも食べてもらっていて、何これ美味しいをいただいております。材料もシンプルなものしか使いません。たった4つだけでできちゃう、ね、これだけでチョコっぽい味が作れちゃう。本当です。信じないかもしれないけど、本当騙されたと思ってやってみてほしいと思う。で、さよさんはこの甘さの半分の量をメープルシロップで作ってらっしゃったんですが、私ごめんなさい、持ってなかったので蜂蜜を2倍の量で作ってみたんですけども、十分
チョコっぽい味がして美味しかったから、これでやってみたいと思います。皆さんはもう蜂蜜でもメープルシロップでもちょっとどっちでもやってみて欲しいんですが、私はここで言いたいのはね、きな粉とココナッツオイル、そして蜂蜜、メープルシロップ、これを合わせることでチョコっぽい味ができるんですよ。これは前からこのチャンネルで言ったりやったりしてますね。焦がしきな粉でやればちょっとダークチョコレートっぽい味になったりするんだけどね、これをやってる方が、発見されてる方が他にもいらっしゃったことがすごく嬉しい。そして私はこれを広めたいと思っています。なぜならね、例えば乳アレルギーだとか何らかの理由でチョコレート食べられない方々もいらっしゃると思います。チョコレートにいろいろ入ってるからね、あれが嫌だってことで食べれない方もいらっしゃると思うので、このアイデアすごくいいから盗んでと思っております。作ります。まずオートミールをフライパンで空入りしておきます。これ絶対にやってください。断然香ばしくなるし、他の材料と混ぜた時にねちゃっとしないためにもやりましょう。弱火から中火で5分くらいいります。少し色がついてきて香ばしい匂いがしてきたら火を止めて、適当な容器に移して冷ましておきます。別のボウルにココナッツオイルを入れます。冬は硬くなっているのでレンジで数秒加熱して透明な液状にしてから使ってください。夏は溶けているのでこのまま使います。ここに蜂蜜を入れてよく混ぜます。白っぽくなるまで頑張るとかしなくていいので、全体的によく混ざれば大丈夫です。さっきのオートミールとすくすく大豆を加えてよく混ぜていきます。生地作りはなんとこれだけです。ほんとただこれだけです。まんべんなく混ぜ終わりました。そしたらスプーンで形を作って冷やして固めていくという工程になります。好きなお皿に何でもいいですにクッキングシートをこんな風に敷いておきます。そしてスプーンで形を作っていくんですけど、今日は大さじ1/2分の1の大きさにしました。もう一回り大きい大さじ1でも作りやすいです。でこんな風にボウルのへりでギュ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 ッとこんな風に押さえてポコッ、こんな感じ。これを繰り返していきます。20個できました。冷蔵庫で1時間くらい冷やして固めて完成です。固まったね、固まりました。はー、見て見て見て、めっちゃうまい。チョコですよ。チョコ、本当にチョコ。チョコ入ってないんだけど、チョコでね、このすくすく大豆の中にこう若干塩味があるんですよ。ちょっと塩っ気があるの。食塩は入ってないんだけどね、いろいろ入ってるからちょっとしょっぱさみたいなのを感じるんだけど、そのかすかなしょっぱさがチョコと合うんです。チョコ入ってないんだけど、やみつきになる美味しさ。絶対にこれ試してほしい。わかると思うから、私が言ってることが。でこれね、程よい歯ごたえなんですよ。こう売ってる市販のクランチチョコレートってちょっとガリッガリって硬かったりするから、ちょっと食べるのに勇気がいるっていうのを友達が言ってて、だからこれ食べやすいって言われました。へえ、そういう視点もあるんだって思ったんだけど、だからいろんな方が食べやすいと思う。お子さんもシニアの方もね。そして皆さん、これ固まってるのってココナッツオイルの力なんですよ。それだけで固まっているから、もし夏に持ち歩く時とか誰かに差し上げたいみたいな時に保冷剤をつけた方がいいと思う。本当何の添加物も入ってないから、オイルの力だけでね固まってるから、そういう風にちょっとテイクケアしてあげてください。見て、だって何のテカテカもないでしょ。市販のチョコレートってテカテカしてるでしょ。だっていろいろね、いろんなものが入ってテカテカするようになってるけど、そういうのないからこそケアする部分が出てくるんだけど、それも愛してほしいなと思います。めちゃめちゃ美味しい。今日はすくすく大豆の紹介を中心に、これを使ったおすすめレシピを一つご紹介しました。で今日のクランチチョコもどきはもちろん他のきな粉でも作れるので、ぜひやってみてくださいね。きな粉、ココナッツオイル、蜂蜜、この3つの要素が合わさることでチョコっぽくなるんだってことをぜひお見知りおきください。
世界が広がると思います。そしてもちろんこのきな粉気になった方、概要欄に情報があるので行ってみてください。どうやら定期購入もできるきな粉のようですね。毎月毎月天然のサプリが届くみたいな、サプリですよ。もうね、きな粉は天然のサプリね、ぜひご活用いただけたらいいなと思います。毎日暑いですけど、食べ物に力をもらって、エネルギーもらって、ね、よく休んで、よく笑って、たまに泣いたりもして、面白い人生を歩いていきましょう。私はそうしますということで、おすすめのきな粉あったら教えてください。また見ていただけるとありがたいです。今日はありがとうございました。またね。バイバイ。